当に購読者が1000名を超えました。簡単だけする場合なの。約束の通りに実況をしないと。何するの？いっぱい悩んでたが、やはり購読者1000名記念実況だから意味があるのがいいんじゃないのかして、人生と関わるものを用意したよ。人生？こういう言葉があるんじゃ。BCD、人生とは、バースとレストの間のチキン。さあ、また、バースとレストの間のチキン。バーストレストの間のチキン。なぜだよ。人生はチキンなのが当然だわ。チキン様は絶対的に正しいわ。はあ、わかった。人生はバースとレストの間のチキンというでしょ。でも、そのチキンを選ぶときにフライドチキンを食べるか味付けチキンを食べるか悩んでるんでしょ。醤油は？醤油チキンは？醤油、フライド、味付け、その中で何を食べるか悩む。ネギチキンは？チョコネ抜きチキンは？唐揚げは？もうやめて。とにかく、いろんなチキンの中で何を食べるか悩んでるんでしょ。それほど、私たちの人生は、選択をする人生である、とすることができます。ちゃんは、チキンを食べるときに悩みなんかしないよ。チキンはバンバンムうまいのが当たり前だよ。もう。では、選択に関するゲームなの？多くの選択の中で、どこが本物なのかを選択するゲームだよ。誤った選択をすると、取り返しのつかない結果が起こる場合もある。死ぬの？ゲームオーバーだが、ゲームの意図を見たら死ぬことでしょ。実際、このゲームに出た仕事をする人もある。つまり、現実的なゲームをしようと思います。面白そう。それって何のゲームなん？何のゲームか紹介する前に、今回のゲームをプレイする方を迎えましょう。私たちがプレイするんじゃない？その方は、このシルエットは、ゆかりさん。ゆかりはん。ゆかりはん。あおい？ちょっと、あたしと話を。なにこれ？等身大の割烹着ゆかりさん。落ち着け、お姉さん。とりあえず落ち着いて、また言ってよ。また言っても、ゆかりはんはな。はじめまして、ゆずきゆかりです。本当にゆかりはん？はい、本物です。でも、お金がなくて使わないのではないですか？いつそうでしたか？確かに、ゆかりさんは、お金を稼ぐために出現しないんだという設定ですが、ボイスドラマには、設定のせいで出ないのです。実は、最近、日本に旅行行ったついでに、思い切って買ってきたみたいよ。確かに送料もなくて、なあ。はい、ボイロに関する話はこの辺にして、もう、本格的に始まりましょう。はーい。では、まずタイトルから直しましょう。はい。ゆかり実況の始まりです。では、ゲームを開始する前に、まずはパソコンに電源を入れます。そこから？はい、当然にゲームをするためには、パソコンを起動する必要があります。見てください。後ろが真っ黒でしょ？これが全部、パソコンがオフになっているからです。本当だ。後ろが真っ黒だ。それをもうわかったの？さあ、それでは電源を入れます。ポチッと。では、BIOS のパスワードウィンドウが表示されます。リアルすぎる。で、パスワードは何ですか？それは当然、内緒です。パスワードを入力したら、すぐ初期画面が表示されます。Windows のパスワードはないんですか？当然です。そのめんどくさいのを、
それをめんどくさいする人がバイオスパスワードは設定するのね。はいはい。では、どんなゲームをするのか紹介します。今回に私たちがプレイするゲームは、選択が一番重要なゲームです。皆さん、ゆかりさん、これ、さっき前にしましたもの。やりましたか？では、このゲームは、現実の仕事をベースにして、それも、それでは、紹介します。あかねさん、あおいさん、そこでちょっとどいてください。そのゲームは、マインスイーパー、テンション回復派や。さすがゆかり班だな。おい、画面の外のあなた、何を失望しているのよ。マインスイーパこそ、息を飲む頭脳戦の最高峰だぞ。ゆかりさん、視聴者さんに喧嘩を売るのはやめてください。はい、その地味なマインスイーパです。今自分で地味だと。でも、単純なマインスイーパではありません。宝物を探す冒険に行きますよ。おう、冒険だ。では、冒険に行く前に、ウォーミングアップのために、基本的なマインスイーパをします。ゆかり班、基本的なマインスイーパとしながら、今、セルの数を最大限に。このくらいしないと、ウォーミングアップができません。さすがゆかり班だな。あれ？ちょっと、ゆかりさん。では始めます。わー、いや、マインの数が。すごい。一発で終わった。さすがゆかり班だな。はいはい、ゆかりさんには、それくらいは余裕ですよ。いや、マインの数が10個だから、当然な結果じゃん。マインの数？ウォーミングアップをしたから、すぐ次に行きます。では、冒険モードに行きましょうか。さりげなく通り過ぎた。冒険モードは、探検家が冒険をしながら金貨を見つけるゲームです。そこで着目。YouTube の購読者の数を四捨五入した1200個の金貨を獲得するまでするようにします。金貨はどうやって獲得しますか？単純です。下にあるナンバーを見て罠を避けながら宝物を探し、前に進むだけのゲームです。普通のマインスイーパと同じに、罠がある場所を右クリックで表示することも可能。和音機能もできます。でも、このゲームのゲームオーバー条件はどうなりますか？下にある命を全部失ったら終わりです。先、カートを2つゲットしたので5つありますが、元には3つあります。では、試して死ぬ姿をお見せします。試して死ぬんですか？では、カンターフを消して。罠、死んだ。わー、死んだのになぜ完成をしているの？このように罠にかかった場合、命が減ってゲームオーバーになります。ですから、このカンターフが大事です。これをつけておくとクリックしても地を掘らないので、ミスして罠にかかる確率が減ります。で、私は右クリックを封印します。縛りプレイ。そうなると、当然にホイールキークリックもできません。ですから、左クリックだけ使ってプレイします。そして、罠を除くすべての地を掘る。アイテムの使用は最小限にすることで縛りプレイをします。アイテムについてはプレイしながら説明をします。では冒険を始めてみましょう。オープニングを作るのにあまりもたくさんの時間をかけたせいで早く進行します。でもちゃんと説明をしてください。はいはい、当然です。ちょうどツルハシが出ました。ツルハシはたまに地を掘ると出るアイテムだが、これ以外にも獲得する方法があります。それ、もしかして棒2つと素材3つを集めて作るとか？違います。私がそんな明らかなネタをする人に見えますか？ちゃうわ。ツルハシは全部そのように作られているじゃないの。お姉さん、これ前からの話じゃん。じゃあどうやって獲得するんですか？今初めて4番が出ました。こうなるといろんな場合の数が生じるため困りますよね。また回避した。マインスイーバーは数字を見てマインを探すゲームですが、この数字でどうやってわかりますか？いい質問です。数字を中心として周りに8つのセルがあるんでしょ。この8つのセルに中心の数字だけのマインがあります。数字1つでは絶対に探すことができないんですが、他のセルにも数字があったから、この数字たちを組み合わせてマインの位置をわかることができます。でも今みたいな状況なら本当に困ります。
2がいっぱい。でも、こんなものもちゃんと考えたら、どこにマインがあるのがわかります。さすがゆかり班だな。はいはい、このくらいは私にとって余裕ですよ。さあ、ここも終わったし、次の地を掘ってみましょうか。あ、間違えた。フラグだったのか。まあまあ、まだ、命は2つもありますし、心配する必要はありません。これもフラグが見えるんだが。まあ、これは見たらわかるんでしょ。あ、ヘビだ。ヘビがあるわ。このヘビは、道を塞ぐ障害物です。矢や剣を探して倒せないと前に進むことができません。矢じゃなく、盾を獲得しました。この盾は、罠によって命が減るのを1回に守ってくれるアイテムです。最初にプレイした時出たハートより最も良いものです。さて、矢が出ますので、この矢でヘビを倒しましょう。一発命中。さすがゆかり班だな。いや、このゲームは FPS じゃないから。ヘビを倒したらこれから特別なことはないのでそのまま進行します。でも、ツルハシの使い方を説明したいですが、いいところはないですね。ツルハシについて説明することは次のレベルでします。はあ、そうしても地を全部掘ることは本当に退屈ですね。けど、ゆかりさんが言ったことだからちゃんと守ってください。はいはい、レベル1終了です。レベル2です。進行方法は前のステージとほぼ同じです。あ、ダイナマイトが出ました。まだツルハシの使い方も説明しないのにこれは困るんですね。TNT。これ知ってる。綱4つと火薬5つを組み合わせて作るもの。お姉さん、これマイクラじゃないんだってば。まあまあ、この話はこの辺にしてツルハシの使い方をお見せします。ここを見ると罠に囲まれている2つの地があります。この地を掘るためにツルハシを使います。見た通りにツルハシで掘ることができるセルはツルハシのアイコンが表示されます。そしてこのエリアをクリックすると使用完了です。罠が出た。はい、ツルハシは地と岩を掘るだけのアイテムので罠が現れます。この特性を利用してどこに罠があるのか把握することもできます。前を見ると、あとダイナマイトの説明もできると思います。では続いて前に進みましょう。爆裂爆裂ランランラー。爆裂爆裂ランランラー。ゆかりさん、これダイナマイトだから爆裂とかしないんです。ふっく。我が名はゆかりん。ボイスロイド随一の人気者にして爆裂魔法を操りし者。我が力見るがいい。かっこいい。だからこれダイナマイトだってば。黒より黒く、闇より暗き漆黒に我が真紅の根本に臨みたの。覚醒の時来たより、無流の境界に打ちし断り、無量の歪みとなりて現出せよ。エクスプロージョン。はい、皆さん楽しく見ましたか？実はこの爆発エンディングみたいなものは計画にいなかったんです。この後にもちゃんとプレイして金貨もちゃんと獲得する真面目な実況でしたが、編集をしてみるとこんな結末が。一体どのように編集すればこんな結末になるんだろう。ははははは。でもあの魔法陣を作るのが大変だったんです。まあとにかく YouTube の購読者の1000名記念ゲーム実況が終わりました。でも購読者の1000名記念イベントは終わっていません。それは Q&A タイム。この動画のコメント欄に質問や言いたい言葉などを書いてください。何でも構わないです。質問や私にとって知りたいこと、相談もできます。ちなみに私に困る質問は私がちゃんとフィルタリングするから心配する必要はありません。では質問の受け取る期間は4月3日までします。そして次期実況予告。次期の実況はキビプルの購読者が1000名を達成すれば制作します。ではご視聴ありがとうございました。